今日はトランプが就任して1ヶ月ちょっと経ったということで、ここまでの相場を振り返るよ。特に2月下旬は激動な相場だったので、何が起こっているか解説するよ。さらにトランプの政策を簡単に振り返り、今相場で何が起こっているか解説するよ。その流れをもとに今後どのセクターを狙っていくか一緒に考えていくよ。まずはナスダック100のチャートを見ていこう。昨年の12月まで上昇相場を続け、その後はレンジ相場になっていたよ。途中ディープシークショックもあったりしたけど、レンジ相場は崩れなかったよ。そこに2月下旬に急激に下げ始めて、金曜は戻したけど調整局面に突入したよ。ダウ平均で見ていくと印象が変わり、2月21日金曜日に下がったけど、その後は横ばいを続けているよ。SP500 の銘柄を均等に重みをつけた ETF に RSP があるけど、その株価を見てみると1月中旬からずっと横ばいだよ。ここからわかることは、一部の時価総額が大きい銘柄のみが売られていて、全体としては多少売られているところもあるけど、ほとんど調整はしていないのが現状だよ。全体としては調整とかリスクオフとは関係ない状況だよ。米国10年債利回り。こちらは2月下旬は低下していったよ。1月上旬は 4.8% だったのが、今では 4.2% まで下がってきているよ。ドルインデックスはこちら。ドルインデックスとは、ユーロや円、ポンドに対する米ドルの価格を示すよ。年初から下落を続けていたけど、今週半ばから反転してドル高になってきているよ。ドル建てゴールドはこちら。年初からずっと上昇を続けてたけど、この前の月曜日ぐらいに反転して下落となってきているよ。さて、直近の動きを頭に入れた上で何が起きているか考えているよ。今何が起きているかを説明する前に、トランプ政権以前に何が起きてきたのかを振り返るよ。役者は米ドル、メガテック株、金利上昇に弱い株、日本円、ユーロ、ゴールドとの関係を見ていくよ。トランプの前のバイデン政権では放漫経営を続けていたよ。米国債を大量に発行して、それでばらまき政策を続けたよ。その結果、どうなったかというと、米国政府の借金が急激に増えて、米国債の価値が下がり、米国長期債利回りが上昇したよ。細かいことを言うといろいろあるけど、ざっくり、米ドルの価値は、おおよそ米国債の価値となるため、米国債の価値がバイデン政権で下がったということは、米ドルの価値が下がったということだよ。こちらが米国10年債利回りの週足だけど、ずっと金利は高止まりしていて、去年後半は金利が上がってきていたよね。すなわち、米ドルの価値が下がってきていたということだよ。その金利上昇の中でどうなったかというと、金利上昇に弱い株はパフォーマンスが良くなかったよね。正確に言うと、金利上昇に弱い株の株価は、米ドルと株の交換比率のことだから、米ドルの価値が下がると株価が上がるはずだけど、金利上昇に弱い株は金利の影響で価値が下がるので十分上がりきらなかったね。一方でメガテック株はキャッシュリッチ、金利が上がるとむしろ金利収入を得ていたり、さらに成長ストーリーがあまりない中で AI という将来未知数の期待のストーリーを受け、メガテックが買われていたよね。ナスダック100の週足だけど、2023年、2024年とずっと上昇し続けていたよね。一方で、小型株のラッセル2000は一定程度上昇はしていたけど、ナスダック100に比べると、その上昇は小さかったね。ちなみに、この上昇も、米ドルが弱くなることで、株価が上がっている影響が結構あるよ。お金の流れはこちらに示すよ。すなわち、米ドル、米国債が売られて、メガテック株が買われたよ。お金がメガテックに流れたということだね。
金利上昇に弱い株も売られてメガテックに資金が流れたよ。普通は国が保証する米国債が大型とはいえ株式の信用に負けるわけはないんだけど、バイデン政権の放漫経営はそれを壊し、米国債よりもメガテック株の方が価値が高いと市場関係者が考えたということだよ。次にゴールドはどうなったかというと、米ドルの価値は下がったよ。ゴールドの価値は前の動画で説明したけど、そんなに変わらないものだよ。少なくともここで書かれている他の役者よりは変わらないよ。そうなるとゴールドの価値は変わらず、米ドルの価値が下がったならば、ドル建てゴールド価格は上がるということだよ。こちらがドル建てゴールドの週足だけど、2023年はあまり上がらなかったけど、2024年は一貫して上昇を続けたよね。日本円とユーロも説明すると、日本円は自民党の放漫経営とインフレの影響で日本円の価値は下がっていたね。ユーロは欧州経済が弱かったのと、フランスなどで政局が混乱していたこともあり、これらの通貨も弱かったね。こちらがドルインデックスの週足だけど、2024年の秋から上昇したけど、全体から見るとレンジ相場だったね。これは米ドルが弱かったけど、ユーロなども弱かったということだね。それにより、円建てゴールドもユーロ建てゴールドも大きく上がったよ。これでトランプ以前に起こったことが理解できたよね。ここからがトランプ相場で何が起きたのかの解説となるよ。まずは1月24日のディープシークショック。ここではディープシークショックの将来への影響は議論しないよ。米ドルは相変わらず、財政悪化懸念は残り、米ドルの価値は下がっていったよ。バイデン政権からトランプ政権になったとはいえ、いきなり借金が減るわけではないから当然だよね。さらにディープシークショックが起こり、これまで AI という技術で大きな成長が期待されていたけど、それに疑念が生じたよね。いろいろな議論があり、AI の成長には影響がないとかあり、未来は自分にもわからないけど、一つ確かなことは、本当に AI で大きく成長するのだろうかという疑念が完全に払拭できないよね。投資家が全部 AI 技術に詳しいなんてことはないから、疑念が生じたら、その影響は大きいよね。これまで米国債よりも信頼されてきたメガテック株が、その信頼に疑念が生じたのが、ここで起こったことだよ。次にトランプの政策を見ていこう。まずは関税を見ていこう。関税により輸入品の価格上昇が起きるよね。そうなると物だけじゃなくてサービスもだけど値段が上昇するよね。当初はこれによりインフレという解釈があったけど、実は物の価格が上がることによって消費が抑制されるのではないかという可能性が出てきたよ。もともとなんでインフレになったかというと、バイデン政権がお金を配りまくったからだよね。量的緩和みたいに資産を持っている人だけでなく、給付金で多くの人にお金を配ったので、インフレが起きたよね。今度は関税で食料品などの日常品の価格を上げることになり、そうなると多くの人が日常品の物価高を感じて消費を抑制する可能性があるよね。その結果起こるのがインフレの抑制となるよね。実際に2月下旬の経済指標を見ていくと、2月21日、2月サービス部門購買担当者景気指数は予想 53.0 に対して結果 49.7。同じく2月21日の2月ミシガン大学消費者態度指数は予想 67.8 に対して結果 64.7。同じく2月21日の1月中古住宅販売件数は前月比予想マイナス 2.6% に対して結果マイナス 4.9%。2月25日の2月消費者信頼感指数は予想 102.5 に対して結果 98.3。2月26日の1月新築住宅販売件数は前月比
予想マイナス 2.6% に対して結果マイナス 10.5%。2月28日の PCE1 月個人消費支出は予想 0.1% に対して結果マイナス 0.2%。弱い経済指標が出てきたね。関税は今後広がるので、現時点で関税の影響が大きいわけではないけど、今後の関税を意識して消費の抑制はすでに始まっている可能性があるね。次の政策は政府効率化だね。すごく簡易化した図式だけど、政府効率化により政府支出が抑制され、米国政府の財政改善が期待されるよ。実際には年金などが多いので、そこまで改善できないという話もあるけど、一定の改善が期待されるよ。さらに政府職員をリストラしていたり、政府職員だけでなく公共事業も削減され、その関係の企業の雇用も減る可能性があるので、影響は大きいよ。それらも政府支出の抑制につながるのと、職を失う人が出てくると、社会全体の購買力が低下し、インフレ抑制にもつながるよ。さらに外交・軍事では米軍の欧州での縮小を計画しているよ。これにより政府支出が抑制され、財政改善が期待できるよ。すごい簡単な図式でまとめると、トランプ政策はインフレ抑制と財政改善に効くような政策をしており、これにより何が起きるかというと、長期金利の低下、すなわち米国債の価値が上がり、さらに米ドルの価値が上がってきている、そのように市場関係者が認識し始めたというのが2月下旬に起こっていることだよ。実際に米国10年債利回りは2月下旬に低下しているよね。金利低下は米ドルの価値を高めているということだったよね。米国2年債利回りも2月下旬に低下しているよ。米国2年債利回りは FF レートの近い将来の期待値みたいなものだから、利下げを織り込んできているということだよ。ここでやや混乱する人も出てきているかもしれないので、補足で説明するよ。金利が下がるならば、米ドルは弱くなるのではないかと思った人がいるのではないかと思う。2022年ぐらいから米国の金利が上昇して、それによりドル円が円安になってきたから、逆に金利が下がるならばドル安になるのではないかということを考えるよね。ここまで米ドルの価値とは何かについて丁寧に説明してこなかったので、改めて説明するよ。米ドルの価値には2つの側面があるよ。1つ目はいわゆる実質金利。名目金利、これは米国債利回りと思ってよいよ。それとインフレの差が米ドルの価値となるという考え方だよ。金利が下がるということは名目金利が下がるということだよね。インフレ抑制によるということはインフレが下がるということだよね。両方が米ドルの価値に対してポジティブ要因もネガティブ要因もあるということになるね。もう一つの側面は米ドルの信用だよ。本来米国債はリスクがないものとされてきたけど、バイデン政権の放漫財政によりその信用が低下してきていたんだよ。それが米国長期債の利回りの上昇につながってきたんだよ。米国債よりメガテック株の方が信用されていたんだよ。こちらはトランプの政策により信用を取り戻す方向に向かっていると見られているよ。その結果、米ドルの価値が上がり、メガテック株に流れていた資金が米国債に戻ってきたよ。すなわち、ナスダック100が売られて、米国10年債利回りが低下したよ。先ほど説明したように、ゴールドの価値は変わらないので、米ドルの価値が上がると、米ドル建てゴールドの価格は下がるよ。日本円は利上げの話が出てきて、日本円の価値が高まってきたよ。ただ、直近、関税などの影響で不透明感が出てきていて、利上げがどうなるかという疑念も出てきているよ。強弱がある状況が日本円だよ。ユーロはそれほど動いているわけではないけど、今後は米軍の欧州縮小で EU の軍事費が上がり、
財政悪化でユーロの価値は下がることが想定されるよ。この見立てはあくまで現時点ではこうだということで、将来起こることによってシナリオは変わりうるよ。トランプ政策が期待外れだったらこの流れが逆流することもあるよ。あくまで現時点の状況で組み立てるところで将来変わりうるものだと思って聞いてね。ドル建てゴールドの冷やしチャートはこちら。年初からずっと上がってきたけど、先週はドル建てゴールドの価格が下がったよ。すなわち米ドルの価値が上がったということだよ。ドルインデックスの冷やしチャートはこちら。年初からずっとドル安できたけど、直近またドル高になったね。ドルインデックス視点でも米ドルの価値の上昇が認識されてきた可能性があるね。これで2月下旬に何が起こったか理解できたよね。ここから3月以降の投資戦略に移るよ。まずはじめにドル円がどうなるかからだよ。もし円高がここから一気に進むならば、米国株に投資するのは躊躇するよね。ドル円はいくつかのシナリオがあって読み切れないところがあるね。ドルを見ると先ほど言ったように米ドルの価値が高まっているのでドル安にはなりにくそうだよね。ただ今後弱い経済指標が出た時に米国債の短期金利が下がり、それによりドル安が全く起こらないかというと起こる可能性があると思う。ドル安が一時的に起きる可能性を考慮しつつもドルの価値が上がるのではというのが米ドル側の見方だね。次に日本円はというと、利上げスピードが上がっていくと当然日本円の価値は上がるよね。普通のペースでも利上げ局面なので日本円の価値が上がる可能性はあるよね。一方で関税の影響を見るとかで利上げのスピードが下がると逆に円安に行く可能性もあるのではないかと思うよ。まとめるといくつかのシナリオがあり、そのシナリオの組み合わせによっては円高の可能性もあるけど、米ドルの価値も上がり日本円の価値も上がる局面で拮抗する可能性があるのではないかと思っているよ。円高の可能性が非常に高いならば米国株での投資はやめたいけど、この感じならば米国株を検討できそうだよね。次にゴールドはどうかというと、米ドルの価値が上がるので短期的にはドル建てゴールドは調整しそうだよね。もちろんトランプの政策が期待外れとかシナリオが変わればこの判断も変わることになるよ。中期的には世界の分断で米ドル決済が減ることで米ドルの価値が下がるとかもありえるので、必ずしもゴールドに弱気ということではないけど、直近のトランプ政策をもとにしたビューとしてはドル建てゴールドではないと思うよ。円建てゴールドで考えるとこれは利上げスピード次第となるよ。関税などの影響で利上げスピードが下がりそうになると日本円の価値が下がり、円建てゴールドの可能性はあると思うよ。その時にはドル高円安になると思うので、米ドルにしておくことで似たパフォーマンスは取れる気がするよ。さらに米ドルの価値が高まる、すなわち米国債の価値が高まるならば、米国長期債 ETF のレバ3倍の TMF に投資するという発想もあるよね。こちらが米国30年債利回りだね。1月に 5% を超えていたのが 4.5% を切るところまで来ているね。TMF も今年の安値から 27% 近く上がってきているよ。米ドルの価値が上がるならば TMF もあるかもしれないが、直近かなり上昇してきていて、ここからのアップサイドがどこまであるのか判断が難しいところだよね。もちろんトランプの政策の効果が出ていけばさらに利回りが低下する可能性はあると思うが、実際の結果が出るまではまだ時間がかかり、期待だけでここからどこまで TMF の株価を上げられるか読めないところがあるよね。最後に残った金利上昇に弱い株というかなり大雑把なカテゴリーとなる。金利上昇に弱い株なんだから米ドルの価値が上がり金利が低下すれば
株価が上がることが想定されるよね。こちらがラッセル2000という小型株の指数だが、株価は上がることなく、むしろ下がっているのが現状だよ。これはこれまでの説明が間違っていたのだろうか。よく思い出してほしい。トランプ政策の関税の説明をしたときに、消費は抑制されると説明したよね。消費が抑制されると売上が減る会社がたくさんあるよね。さらに関税によりコストアップする会社もあるよね。政府効率化でも政府支出の抑制と説明したよね。これによって公共事業が縮小され、公共事業関連の会社の売り上げが減るところも結構あるよね。話を戻すと、金利上昇に弱い株は確かに金利が低下するとポジティブな影響があるよ。しかしながら消費や政府支出、関税に影響がある株はそれにより売上や利益が圧迫されてネガティブな影響があるよ。すなわち消費や政府支出、関税の小さい銘柄を選んでいく必要があるということだよ。テックセクター、コミュニケーションセクターに関しては、メガテックの価値の低下を説明したように、できれば避けていきたいよね。工業セクター、素材セクターは、基本ものづくりだから、消費や政府支出、関税の影響を受けそうだよね。一般消費財セクターは、消費の影響を受けそうだよね。生活必需品セクターはディフェンシブセクターで不景気に強そうだが、ディスカウントストアや食品関連とかなんで消費や関税の影響を受けそうだよね。エネルギーセクターは今回の論点とは違うけど、トランプが原油価格を下げる政策を打っているので避けたいよね。公共セクターはディフェンシブセクターで AI 原発以外は可能性があると思うけど、基本面白くないセクターなので心情的に避けたいよね。不動産セクターは金利低下はポジティブで、国内の案件も多そうで関税の影響も小さそうだよね。ただ商業用不動産など課題も多く、積極的にとは行きにくいね。金利も低下するとはいえ、2020年みたいにゼロ金利になるわけでもないので積極的に行きにくい。ウォッチはしていきたいね。不動産セクター ETF XLRE。年初からじりじり上昇してきているね。レバ3倍 ETF は DRN。ヘルスケアセクター ETF XLV。こちらは1月に上昇し、そこからは横ばいでキープしているね。レバ3倍 ETF は CURE。ヘルスケアセクターは細かく分解してみていくよ。製薬はものづくりなので関税の影響の分析が必要だけど、米国の製薬ならチャンスがあるのかな。ウォッチはしていきたいね。医療機器はものづくりなのでパス。バイオセクターは気になるよね。消費も関税も影響はないので。ただ政府支出が削られると国の研究費が少なくなり、その影響はありそう。あとトランプ政策以外だと、最近は大手製薬は米国のバイオテックではなく中国のバイオテックを買収していて、アゲンストな風を感じるね。ウォッチはしていきたいね。ヘルスケアプランはサービスなので気になるね。他の政策の影響も含めて要検討だね。他にも気になるね。こちらがヘルスケアセクターの今週1週間のパフォーマンス。製薬はやや上がり気味なのと、あと右下の医療流通、メディカルディストリビューションも気になるよね。ティッカーシンボル MCK。医薬品卸売の会社だよ。金曜日に新高値を更新したよ。医薬品ならば消費の影響も受けにくいし、卸売ならば関税の影響も少なそうだね。政府支出はよくわからないけど、期待できそうな銘柄だね。最後に金融セクター。金融セクター ETF の XLF。新高値の近辺まで来ているね。レバ3倍 ETF は FAS。
金融セクターの1週間パフォーマンスはこちら。メガバンクや地銀はそれほど上がっていないね。クレジットカードはやや良さそうだけど、今後消費が弱くなるとあまり買いたくないね。緑が目立つのは右下の保険業界。保険、損保、保険ブローカー、生保、再保険など全体的に緑だね。保険はサービスなので、関税や政府支出もそれほど関係がなさそうだね。消費が下がってもすぐに切り詰めてこないかもしれないね。特にトランプにより社会保障を将来削られる可能性も感じられるので、今後ますます重要となるかもしれないね。ティッカーシンボル BRKB、バークシャー、ハサウェイ。バフェットの会社だね。決算もよく新高値更新中だよ。ティッカーシンボル THG、損保の会社だよ。こちらも新高値更新中だよ。テック系だとティッカーシンボル ROOT。ダイレクトトゥーコンシューマーの個人自動車保険及びモバイルテクノロジー企業だよ。株価も強いね。ティッカーシンボル BRO 保険ブローカーの会社だよ。新高値更新中だよ。ティッカーシンボル SLQT。こちらは X で教えてもらった銘柄だよ。ダイレクトトゥーコンシューマーの保険販売をする会社だよ。シニア向け保険に強く、高齢化が進む今後に期待だね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。